こんにちは、快適アート塗り絵チャンネルです。今回はこちらの8枚目の絵を塗っていきたいと思います。まずは絵墨の目を使って肌の色を塗っていきます。ベースの色、血色の色、そして影の色を作っておきます。ベースの色味を塗ってから血色の色味をにじませていきます。最近クーラーをつけているんですが、風が当たっている人は水彩が乾きやすくなってしまうので、水加減とか、あとは風の向きとかを調整して失敗しないようにしましょう。だいたいいつもと同じ感じで、影の部分に青っぽい色、そしてほっぺや唇などに赤っぽい色味を入れていきます。絵の具が乾かない間ににじませていくのが難しいなと感じる方は、乾いてからうっすらと重ねてぼかしていってください。その際は1層目が完全に乾いている状態で進めてください。次にメイクの色味を足していきます。濃いめの色で塗ってから周りをぼかすようにしています。目の色を塗っていきます。紫と黄色を混色した影の色を作りました。メイクの色味に影の色味を少し合わせるようにしてあげると、顔の陰影に統一感が出ると思います。今回はちょっと紫みがかった赤い色とかをメイクに使っているので、影の色味にも紫を少し足しました。手は下半分を大きく陰らせています。次は髪の毛の色を塗っていきます。今回人物の範囲が少し小さめなので、かなり省略して塗っていきます。まずは全体的にこの2色でにじみを使ってぼやぼやっと塗っていきます。青紫で着物に影を描いていきます。今回着物は少し淡い色の着物にしようと思っていたので、影はうっすらと入れてるんですが、もし濃い着物の場合はもっと濃く影を入れたり、あとは影を後から入れる方法で塗った方がいいかもしれません。
髪の毛は最終的に茶色っぽい色にしたいので、今回は何色かの色を重ねながら描いてみました。茶色を作るときはそのまま一発で塗るのもいいんですが、こういう風に何色かの色味を重ねながら塗っていって、色味に変化をつけて塗っていくことが私は多いです。ある部分を見れば青っぽくて、ある部分を見れば黄色っぽいみたいな、そういう複雑な色味のブラウンの髪の毛ができます。次は着物の色を塗っていきます。最初に使う色を全部パレットに作っておいて、色の組み合わせを一度確認しておきます。ベージュを全体的に塗ってから柄を塗っていきます。すべての部分にベージュが重なったようになるので、この方法だと絶対に色味に統一感が出るようになっています。もし背景の色味を暗い色にする場合は、まず柄を塗ってから塗り残すようにして地の色を塗っていった方がいいと思います。もう少し黄色っぽい色味の着物にしたかったので、バッグに柄を入れていくことにしました。ちょっとフリーハンドで描いていく感じにはなるんですが、こんな風にオリジナルの柄を追加した着物とかでも可愛いと思います。実際に皆さんが塗ってくれたのを拝見した中にも、こういう風にオリジナルで柄を追加してくれてる人がいて、すごい可愛いのがたくさんありました。背景の柱を塗っていきます。全体的にざっくりと陰影を入れた後で細かい陰影を追加していきます。背景の色はちょっと質感をつけながら塗っていきます。2色で茶色を塗った後にこんな風にティッシュで押さえるようにしてテクスチャをつけます。そしてさらにティッシュに絵の具をつけた状態でポンポンと叩いていきます。そうするとレンガとか石みたいな感じのザラザラした質感ができます。他の部分も色を入れていきます。
地面と建物の間の部分はこんな感じでタッチをつけて塗った後に水をポトポトっと垂らしていきました。水を多めで塗ることによってエッジのあるシルエットで彩色ができます。ステンドグラスの色を塗っていきます。ちょっとカラフルにしようと思ったら迷走しちゃって最初に作った色味とはちょっと違う感じになったので、ここの部分は左下に完成図を置いておきます。皆さんも好きな色で塗ってみてください。こんな感じで塗れたら水をつけた筆先でトントントンと叩くようにして色抜きをしていきます。絵の具が完全に定着してしまうと取れにくい色もありますので、できたら塗り終わってすぐ、乾いてきたくらいの段階でしていくのがベストです。本の部分にもテクスチャを入れて塗りました。背景の残りの部分もタッチを生かした塗り方で塗っていきます。隙間を空けるようにして水たっぷりめで塗ってます。その後にトントンと別の色をにじませていきます。こうするとちょっと木漏れ日感とか、あとはザラッとした地面の質感みたいな感じになると思います。次は文鳥の色を塗っていきます。全部白い文鳥にしたんですが、灰色っぽいペンギンみたいな配色の文鳥もいると思うので、色味を分けたら別の色の文鳥にすることもできます。グレーで陰影を入れていきます。真っ白な文鳥なのでそこまで暗くはしていないんですが、下側を向いている面に陰影を入れていく感じです。暗くしたいところは影の色味を重ねています。葉っぱの色味は秋っぽい色味にしました。こんな風に何色かを同時に塗ってにじませていくと紅葉した葉っぱの色になります。ポイントはあんまり全体に混ぜすぎないことです。ちゃんと塗り残した部分を作っておいて、その塗り残したところに別の色を置いていきます。境目は結構自然に馴染んでいくので、とにかく絵の具が乾かないうちに別の色を隣に置いていくようにします。細かい部分の色味や陰影も追加していきます。こういう背景のあるイラストは全体的な色調とか空気感みたいなのが結構大事になってくるので、薄い塗りを重ねたりしながら色味の調整をしていきます。
白目の部分に影を落としたりすると少しまつげの影とかで表情が変わったりします。最後は色調の調整をしていきます。この白い柱の部分なんかが結構目立っていたので、影になっているような感じで全体的に色味を重ねています。コピックを使って陰影を追加していきます。コピックは絵の具がよれることが少ないので、最後の方にちょっと色味を足したい時なんかに使うと便利です。今回は W1 っていうこのちょっと茶色っぽいグレーみたいな色をよく使いました。これも全体的な色味とか、あとは着物の色とかに合わせて影の色味を変えるといいと思います。最後にキラキラ絵の具を塗っていきます。アクリルガッシュのパールイエローとフォルベインのクロマパールイエロー、クロマパールレッドを使います。まずはパールイエローの色味を薄く水で溶いて着物の部分に重ねていきます。着物の色が結構濃い場合はこれをするときに絵の具が剥がれてしまうことがありますので、そういう場合は慎重によく乾かしてから塗っていくか、水彩用の保護スプレーがありますので、そのスプレーを1回かけて絵の具を固めてから塗っていくのが安全だと思います。ホルベインのクロマパールのこの2色を混ぜてから塗っていきます。こうするとゴールドとレッドのラメが合わさった色味になります。クロマパールイエローでハイライトを作っていきます。メイクの上からちょっとハイライト代わりにこれも入れています。こんな感じで完成しました。全体的な色味は吉祥の岩彩と絵墨の銘を使っています。クロマパールイエローとレッドを使ってこんな感じでキラキラにしました。アクリルガッシュのパールイエローで着物の絹感を出しています。コピックで陰影を入れましたが、一番使った色は W の1です。今回の絵では結構テクスチャーを全体的に入れて塗ってみました。こんな感じでティッシュとかを使った表現や筆の塗りムラを生かして作った表情、同じような方法でもタッチの大きさとかを変えるとこんな風に別の表現にも見えたりします。本の部分はティッシュで色抜きをしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。